皆さんこんにちは。Japanese Podcast with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回はですね、日本の地理をやっていこうと思います。地理っていうと、日本がどこにあるかとか、例えば東京がどこにあるかとか、あとはそこで有名なものは何かなど、そういうのを今回は話していこうと思います。ざっくり日本の全体的なその何がどこにあってとか、東京はどこか何が有名かみたいなのをざっくり話していこうと思うので、このエピソードを最後まで聞いていただくと日本の全体像がわかるっていう風なエピソードにしていこうと思うので、ぜひ最後まで聞いていってください。で、日本の地理を分かっておいた方がいい理由、もちろん知ってるに越したことはないですけど、なんでわざわざその日本語を勉強したいだけなのに日本の地理を勉強しないといけないのって思う人もいるかと思うんですけど、地理はね、勉強していて損はないと思います。絶対にいつか役に立つものだと思います。で、その理由なんですけど、まず日本って言ってももちろん東京出身の人だけじゃないですよね。東京も大阪も北海道も、沖縄出身の人もいろいろいると思うので、でそんないろんな方と話すときに、東京だと大体わかると思うんですけど、他の場所がどこにあるのか、何が有名なのかとか、そういうのを知っているだけですごく話が広がりやすかったり、いろいろ理解できることもあると思います。なので、地理を知っておいた方がいいんじゃないかっていう理由。で、あと、日本人が共通認識として、大体これぐらいは知ってるよねっていうことがあるので、そういうことを毎回いちいち細かく説明せずに話が進んでいくことがあります。で、その時に、こう、例えば、東京って言われて、東京って何？食べ物？なんか映画の名前なんやろうって思う人もいるかと思うんですけど、東京っていうのは日本の首都でっていうのが分かっていれば、話についていきやすくなりますよね。いちいち細かい説明を聞かなくてもすぐに理解できると思うので、こう日本人が話す時にわざわざ細かく説明しないこともあります。そういう場面がたくさんあるので、日本の地理はある程度分かっておいた方がいいっていうのがあります。で、あとは、そのいろんな地理を知ることで、日本のいろんなとこに旅行に行った時により楽しくなるかなと思います。あ、ここは確か勉強したことあって、こういうのが有名で、こういう歴史があってとか、そういう基礎的な知識があることで旅行も楽しくなるし、そこ出身の人と出会った時にいろんな会話が楽しめるかなと思います。なので地理は勉強しておいた方がいいんじゃないかなと思います。あとですね、日本のいろんなとこに旅行に行きたいけど、どこがいいのかわかんないっていう場合も、地理を勉強すると、あ、ここにはこういう有名なものがあるんだとか、ここにはこういう自然があるんだっていうことを学ぶことができるので、新たな自分の行きたい場所の発見にもつながるかなと思います。なので今回は、地理について話していくので、ぜひ最後まで聞いてくれたらなと思います。ではまずですね、本当に大きな全体図として、日本は島国ですよね。太平洋とか日本海の間に浮かぶ島でできた国が日本です。で、これは2023年の2月時点の情報なんですけど、日本にはいくつの島があると思いますか？大きく分けると、北海道っていうロシアの方に近い大きい島、北海道っていう島と、あとは東京とか大阪とか、そういう都市がある大きい島、本州っていう島と、で、あとは本州に近い四国っていう島と九州っていう島があります。で、少し離れて沖縄っていう島があります。九州と沖縄はだいたいセットで話されることが多いんですけど、結構離れているし、いろんな違いもあるので、今回私は分けて話していこうかなと思います。で、こんな感じで大きく分けて4つ、5つの島があるんですけど、日本全体で見ると、なんと島の数は14,125と14,125個の島があります。その島が集まってできているのが日本という国です。なのでこれだけ聞くとなんか、うわーすごい島たくさんあるんやな、ややこしそうみたいな感じで思うかもしれないんですけど、だいたいメインは4個か5個ぐらいのとこに
日本のほとんどの人口が住んでいるっていう感じです。でですね、その日本には大きく分けて、北海道、本州、四国、九州で、沖縄っていう島があるんですけど、もう少しね、細かく分けて今回は話していこうかなと思います。大体8つに分かれるんですけど、私は九州と沖縄を切り離して、9個に分けて話していこうかなと思います。で、まず1つ目が北海道と呼ばれる島です。北海道は日本の一番北にある大きな島です。その1個からなる島なんですけど、すごく大きいです。で、次、本州と呼ばれる島にあるのが東北というエリアです。東北っていうエリアと、その後は関東っていうエリアがあります。で、もう少し西側に来ると中部というエリアがあります。で、また西に行くと関西、近畿って呼ばれるエリアがあります。で、近畿は私が住んでいるところです。日本を全体的に見ると真ん中ら辺にあるのが近畿です。で、もう少し西に行くと中国地方、中国っていう、エリアがあって、で、その南に四国という4つの都道府県からなる四国と呼ばれる島があります。で、もっと西、に行くと九州って呼ばれる島があります。で、そこは中国とか韓国に近いところですね。で、あともうすごく南に行くと沖縄という小さい島があります。なので、この9つに、9個に分けて今回は話していこうと思います。9つ、9個に分かれた島の特徴とか、私が持ってるイメージとか、何が有名かとか、そういうのを順番に話していこうかなと思います。なので、これを最後まで聞いていただくと、なんとなくの日本の全体図がわかるかなと思います。まず、北海道っていう北の島があります。で、北海道はもうとにかく大きいです。日本って、そんなに大きい国っていうイメージがない方もいるかと思うんですけど、北海道という島はもうとにかく大きいです。で、これはロシアに近い北にある島なので、冬はとにかく寒いです。で、イメージとしてはもう本当にとにかく寒くて、あと海鮮、シーフードですね。これがめっちゃ美味しいです。で、東京とかで食べる、シーフード、海鮮と比べて比較的値段も安いかなと思います。で、あとは牛乳とかチーズも有名で、私が人生で食べた、今までで食べたソフトクリームの中で一番美味しかったのが北海道で食べたソフトクリームでした。なので、あれを超えるアイスクリームというかソフトクリームが未だに出会ってないんですけど、もうとにかく牛乳とかアイスとか乳製品が美味しいのが北海道です。で、本当に大きい島なので自然もたくさんあります。大自然。緑が広がってる大自然、そういうのを楽しめます。なので自然を楽しみたい、すごい大きいなんか草原を楽しみたいっていう人は北海道がいいんじゃないかなと思います。北海道という島の中に札幌という県庁所在地があります。一番大きい都市ですね。そこに行くと結構都会であんまり大自然みたいなそういう雰囲気はないかもしれないんですけど、北海道という島全体で見た時は本当に大きくて寒くて、海鮮美味しくて自然豊かでっていうような島かなと思います。ではその次少し南に降りてきて東北というエリアがあります。で、東北っていうところにもう少し細かく分けると、英語で言う prefecture ですね。青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、あと山形県ですね。この県たちが集まったのが東北というエリアです。で、東北というエリアはやっぱり寒いですね。冬はとにかく寒いです。あと自然がたくさんあって、山もたくさんあって、自然豊かな場所かなと思います。あと私の中にあるイメージとしてはめちゃくちゃ方言が強いです。私が聞いてももう全く理解できないぐらい、そのぐらい強い方言を喋っている方たち、特に年齢が上の方だと強い方言、日本人でもわからないんじゃないかなっていうぐらいの方言で話している方が多いなっていう印象があります。で、私はそんなに行ったことがないので、あまり実際の体験談は話せないんですが、そうですね。なんか鍋とか有名かなと思います。秋田県のきりたんぽっていう鍋とか、
あとはとにかく自然がたくさん多くて寒いとこかなって思います。で、あと、青森県っていう北海道のすぐ下にある県ですね。そこではお祭りが有名かなと思います。一つねぶた祭りっていうすごく有名なお祭りがあるんですけど、そういう大きい、日本を代表するような大きいお祭りがあるエリアかなと思います。では次はもう少し南に来て、関東というエリアを話していこうかなと思います。関東というエリアは、なんといっても東京があります。なので日本の中心地ですね。そしてここは本当にたくさんの人が住んでいます。人口密度って言って人がエリアにどのぐらいいるかっていうのが人口密度っていうんですけど、人口密度がもうめちゃくちゃ高い、そんなエリアが関東エリアです。で、関東エリアをもう少し細かく分けると、東京都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、千葉県って言ったかな、その、都道府県が集まったのが関東エリアです。で、ここが一番日本の中でも人口が多くて人が密集しているっていうイメージがあります。東京だと、行ったことがある方もたくさんいると思うんですけど、その東京の周りの神奈川県、横浜とか、千葉県だとディズニーランドがあるし、埼玉県だと本当にたくさんの人が住んでいて、東京に仕事に行って住むのは埼玉県に住んでいるっていう人が結構多いかなと思います。そうですね、関東のイメージで言うと、日本の中心、人口が多い、すべてが揃っている、すべてが整っているっていう感じのイメージが私はあります。覚えやすいように、東京イコール関東エリア、関東イコール東京ではないんですけど、そんな感じで覚えておいたらいいかなと思います。では次、もう少し西に行って、次は中部エリアというエリアです。で、ここはすごく大きいエリアなので、日本人同士で話すときはもう少し細かく分けたりするんですけど、一応リージョン、エリアの名前で言うと中部エリア、真ん中と書いて中部エリアと言います。で、ここには、北から行くと石川県、富山県、あと岐阜県、長野県、で、静岡県、山梨県、愛知県、そして三重県、福井県も入るかな。なのですごく大きいエリアです。ここの私の中部エリアのイメージで言うと、大阪と東京の間にある真ん中のエリアですごく自然がたくさんある。特に山が有名かなと思います。富士山もあるし、あとは長野県とか岐阜県エリアには、日本アルプスって呼ばれるすごい高い山脈、山がたくさん連なっている場所、山脈と呼ばれる場所があるんですけど、それがあったり、そうですね、山の自然が有名なエリアかなと思います。あとは日本海側ですね。石川県とか富山県とか福井県の方に行くと、またそこはそこで違う自然があったり、あと日本海では海がすごく綺麗です。海がすごく綺麗で、私も福井県の海に一度行ったことがあるんですけど、もうすごくすごく綺麗だったのを覚えています。なので自然がたくさんあるエリアかなと思います。あともちろん方言はあるんですけど、このエリアに住んでいる人はなんか強い方言があるっていうイメージはないです。例えば東北だともうすごくすごく強い方言があったり、後で出てくる関西のエリア、近畿のエリアも関西弁って言われる強い方言があるんですけど、この中部のエリアの人はなんかそういうすごい強い方言で話しているってイメージはあまりないです。もちろんあるんですけど、多分すぐ標準語に切り替えられる人が多いかなと思います。あと、有名なものでいくと、愛知県にジブリパークっていうのがあります。愛知県は、あとはトヨタとか、皆さんも知っているかと思うんですけど、車とかで有名なトヨタですね。それも愛知県にあります。そんな感じかなと思います。では次は近畿のエリアですね。近畿は皆さん関西っていう言葉を聞いたことがあるかもしれないんですけど、関西は、どっちかというと普段私たちがよく使う言葉で、例えばニュースとかだと近畿地方って言ったりします。天気予報とか見ても近畿地方って言ってるかなと思います。近畿のエリアには上から行くと京都府、兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県かな
何か忘れ滋賀県ですね。で、滋賀県もあります。で、これが、近畿、関西と呼ばれるエリアです。で、そうですね、イメージとしては、一応大阪とか京都とかも比較的人口が多い都市なので、人口密度は高いです。人がたくさん住んでいるエリアではあります。兵庫県だと神戸市っていう港がある町、港町っていうところもあるので、結構人は多いかなと思います。あとは、なんかすごく人が賑やか、ちょっとお笑いが有名な街、大阪はお笑いで有名なので、人が賑やかだったり、あと粉もって言って小麦粉を使った食べ物が、大阪では有名なんですけど、それぐらいかな。そういったものがあります。あとは京都とか奈良とかそういう都市もあるので、すごく歴史と現代も、ミックスされた混ざったエリアかなと思います。京都に行けば日本の古き良きなんかタイムスリップしたような歴史を感じられるし、大阪に来ると少し都会な雰囲気もあるので、いろんなものが小さいエリアで全部楽しめるっていうのが関西エリアかなと思います。あとは方言ですよね。私も普段関西弁っていう方言を話すんですけど、標準語とは少し違ったアクセントがあって、少しきつく強く聞こえてしまう場合もあるんですけど、そうですね、私は普段関西弁、結構きつめの関西弁で話すことが多いです。で、関西弁好きって言ってくれる方もいたりしたので、また関西弁のエピソードは作ろうかなって思うんですけど、そういう方言も有名かなと思います。では次ですね、もう少し西に行って次は中国エリアに行こうかなと思います。四国エリアと中国エリアをセットにして話すこともあるんですけど、私は今回は分けて話していこうと思います。で、中国エリアは比較的人口が少ないです。すごく人口が少ないので、あまり混んでいる、たくさん人がいるっていうイメージはないです。中国エリアには岡山県、広島県、山口県で鳥取県、島根県といったところがあります。広島県には大きい都市広島市っていうのがあって比較的人口も多いし都会なんですけど、瀬戸内海っていう海があります。なのですごく都会なんだけど田舎のようなリラックスした雰囲気も味わえるかなと思います。ちょっと遠くに行くとすぐ海があって太平洋のようなすごく大きい海があるわけじゃなくてこう囲われたクローズドな海があるのでなんかリラックスした雰囲気すごくゆっくりとした雰囲気があるかなと思います。で私はそうですね岡山県とか広島県にはもう何回も行ったことがあるんですけどあんまりなんか忙しいみたいなそういう雰囲気はないだけど田舎すぎない雰囲気もあってすごく好きな場所です。であと鳥取県っていう場所には日本で大きい砂丘っていうのがあります。砂漠ですかねっていうのがあって日本で数少ないまたは唯一ぐらいのあの鳥取砂丘っていう場所があります。なので各都市有名なものもちょこちょこあって観光にもすごくおすすめです。瀬戸内海っていう海ではサイクリング自転車がすごく有名でそのサイクリングツアーをよくしています。で結構大変なんだけど自転車が好きな人にはねおすすめなので日本に旅行来る際自転車ツアーしたいなっていう方はそういうとこに行くのもいいんじゃないかなって思います。あとやっぱり広島県とかその辺では比較的暖かいのでこうフルーツとかみかんとかそういうのがめちゃめちゃ有名なイメージがあります。で私も広島県のみかんとかレモンとかすごくたくさん食べてるなっていうイメージがあります。では次は四国ですね。四国は本州とは少し離れてその南にある島なんですけどここは、香川県徳島県高知県愛媛県という、4つの県からなる島です。でここはねもう本当に田舎かなと思います。私も行ったことがあるんですけど少し昔なのであまり記憶にないんですがもちろん都市もあります。都会の部分もあるんだけど、全体的に山と海に囲われた日本のゆっくりとした田舎の雰囲気が味わえるかなと思います。
で、香川県っていう場所はすごくうどんで有名なので、そこに行ったらぜひうどんを食べてみてほしいし、あとは愛媛県っていうところではみかんが有名なので、そこに行ったらみかんを食べたりとか、そういうのもいいかなって思います。で、この四国は山と海たくさんあるんですけど、私はどっちかというと川がすごく綺麗だなって思います。特に高知県の有名な川があるんですけど、なんか日本の田舎の風景をアニメで描くと、まさにその四国にあるような田舎の風景がよく出てくるなって思います。なので皆さんも実際行ってみると、うわ、アニメで見たことある。わあ、すごいってちょっと感動するかもしれないです。そのぐらいもうすごく綺麗な自然がたくさんある場所、それが四国だなって思います。あとそこは比較的暖かい、または暑すぎる、40度ぐらいになる時もあるので、暖かい、または暑すぎるっていうイメージがあります。では次ですね。次は九州です。九州っていうのは日本の南の、南というか西のエリアです。で、そこには福岡県、大分県、長崎県、佐賀県、宮崎県、熊本県、鹿児島県というような県があります。で、ここはやっぱり私的には食べ物が有名だなと思います。福岡と呼ばれる都市だと、豚骨ラーメンが有名だったり、とにかく美味しい食べ物がたくさんあるというようなイメージです。で、あとは火山もたくさんあるので、山とか温泉でもすごく有名かなと思います。温泉皆さん好きですか？行ったことはありますか？この九州のエリアでは、火山がたくさんあって、そして温泉もたくさんあるのでね、温泉好きな方はぜひぜひ九州に行ってみてほしいなと思います。九州はね、東京からだと少し遠いので、未だに行ったことがないっていう方もたくさんいるかと思うんですけど、私的にはすごくおすすめの旅行場所、旅行先なので、ぜひね、行ってみてほしいなって思います。私もまだまだ行ったことがない場所もたくさんあるので、これからはね、どんどん九州エリアに旅行したいなと思っています。では最後ですね、最後に沖縄です。沖縄と九州は一緒にされることというか、九州沖縄地方って言われることが多いんですけど、ちょっと場所も離れているし文化も少し違うので今回は分けて話そうかなって思います。沖縄なんですけど、なんといっても海ですね。沖縄の海は本当に綺麗です。これが日本ってこうそのようなインスタのリールとか TikTok を見たことがある方もいるかと思うんですけど、もうめちゃくちゃ海が綺麗です。そして沖縄にはアメリカの軍の基地がたくさんあります。なのでアメリカ人の方とか、他の外国の方もたくさん住んでいて、まず他の日本の、エリアと気候も違うので、そして外国人、基本的にはアメリカ人の方がたくさん住んでいるので、日本だけど外国にいるような雰囲気が味わえます。あと沖縄だとお店とかに行っても英語が話せる方がたくさんいるんじゃないかなと思います。なので、沖縄といえば海、とりあえず夏暑い、本当に暑い、湿気がすごいっていうイメージがあります。で、あとはやっぱ南国なので時間がすごくゆっくり流れてるような気がします。東京とかだともう本当に早く早く早く全て早くもう行き急いでるみたいな感じがあるんですけど、沖縄だとすっごく時間がゆっくり流れてる雰囲気があります。で、あと沖縄の方言っていうのもあって、沖縄の方言はね、東北と一緒で、その何を言ってるか全然聞き取れないっていうことがあります。なので沖縄に旅行に行って、こう地元の人と交流して日本語が全然わからなかったっていう場合ですね。その場合は皆さんがその勉強不足とかではなくて、多分沖縄の方言がすごく強くて、初めて聞いた日本語っていう場合があるので、なんか行く前はね、ちょっと沖縄の方言を勉強していくっていうのもいいんじゃないかなって思います。あと沖縄だともう台湾とかに近いかなと思います。東京よりも台湾に近い気がします。そのぐらい日本の例えば北海道とかからだとすごく離れた場所にあるのが沖縄です。これが日本のなんとなくの全体図です。北海道から始まって、東北、関東、中部エリア、関西、中国、四国、九州、そして沖縄です。なのでこう日本はちょっと縦長い細い国なんですけど、
この日本の全体図、日本の地理をなんとなく頭に入れて、こう日本人と話すときに、あた確か北海道って日本の北やんな、沖縄は日本の南だよねみたいな、こう想像しながら話せるようになると、より会話も楽しくいろんなことについて話せるんじゃないかなって思います。今回は日本の地理についてお話ししてみました。本当にざっくりもうバーって早口でいろんな情報を詰め込んだんですけど、皆さんもね、これを何度か聞いて復習みたいな感じでこうなんとなく日本の地図を頭に入れておいてもらえたらなって思います。で、私も例えば日本の旅行に行ったよ、どこどこに行ったよっていう話をするときにこういろんな名前とか都市の名前が出てくるかと思うので、その時になんとなくここだよねっていうのが分かっていれば、こうポッドキャストを聞いている時でもすぐ内容が頭に入ってくるかと思うので、ぜひね覚えておいてもらえたらなって思います。で、日本だと東京っていうイメージが強いかと思うんですけど、行く場所によって本当にたくさんいろんな歴史もあるし、いろんな食もあるし、いろんな文化があって、行く場所によって全く違う景色や人、物、文化を楽しめるので、これからもね、東京ももちろんなんですけど、いろんな都市に遊びに行ってみてほしいなって思います。私も今すごく早口で喋ってあまりメモとかを見ずに話したので、言いたかったけど言いそびれた有名なものとか大事なポイントもたくさんあるかもしれないんですけど、皆さんはこれをきっかけにどんどん日本の地理とか他の都市もたくさん調べたり、たくさん勉強していってもらえたらなって思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこれからもこの動画を聞き続けたい、サポートしたいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップの参加お願いいたします。興味がある方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。では今回はここまでになります。皆さん今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。